はじめまして。よろしくお願いします。どうします？もうなんか多分1年半ぐらい前にパーマをかけて、それを伸ばしっぱなしにしてて、普段は巻いてるんですけど自分でほっとくとめちゃくちゃ広がってもパッサパサで、パサッとしてますね。パサッとしてますね。普段巻いてるのを取ってきたんですけど、ちょっとでも普段の巻きより弱いんですけど、なぜか。どんな感じだ。おお、なるほど。はい。ここ気になりますね。ここら辺のこれですね、要は。あ、そうですね。どんな感じがいいとかあります？本当はなんか巻かなくても巻いた感じになるようにしたいんですけど、なるほどなるほど。だけどここは落ち着かせたい。ああ、なるほど。ここがなんかボワっていつもなっちゃって、なんかストレートにしてた頃もあるんですけど、老けて見えちゃう。ああ、カール感がないと。そうなんです、そうなんです。でこうボブにしてたこともあるんですけど、やっぱすごい老けて見えちゃって、なるほど。なんかいつも娘たちに言われるのは昭和な感じにならないように。全国の娘ってなんでそんなに辛口なんですか？わかりません。岩崎もそんなことママに言ってるでしょ。私ママに何も言ったことない。それはそれで寂しい。それはそれで寂しいね。あんまストレートしない方がいいですね。そうですね。ストレートにして昭和感出ないならいいんですけど。ストレートどんな昭和感でした？なんかすごい昔なんか本当にペターってなって、もうなんか顔が丸いんで。ああ、そんなことないですよ。余計ストレートに見えなんか。ぐっと見えちゃう。あ、そうなんです。全体的にボリューム感はありつつも、このふわっとしたところは取りたいしっていう感じですかね。どうしようかな。長さとかは全然お任せでいいんですけど、長さある程度あった方がいいかなと思うんですけど、このうねり確かに取ってこうしちゃうと、要はお顔が出ちゃうってことで、だからここら辺のボリューム感っていうのはある程度あった方がよくて、段は入れたいですね。これこうなっちゃうんですよね。こうなりがちじゃないですか。だから要はここが長いからなんでこういきたいんですよね、理想形は。なんでこうしてこうかな。ちなみに前髪は今伸ばしてて長そうかなと思って伸ばしてたところです。今まではこれ全部下ろして眉下にしてたんですけど、前髪はストレートかかっててもいいのかなってちょっと思ったんですよ。なんでちょっといい感じにしますね。贅沢を言うと、ここまでで色が今違いますね。違います。感じました。それがすごい気になってて。直しましょうか。オッケー。ピンク系ってことですよね。あ、そうなんです。いつもピンク系が良くて、すごい白髪で。ピンク系で根元が赤いのに毛先が全然赤が入ってこない。赤みどっちの色が好きですか？こっちが好きです。赤みがちょっと強い方が OK です。じゃあそこはちょっと頑張ってやってみましょうかね。いや、ありがちなんですよ。同じ色にのせちゃうとこっち側が色が飛びがちなんです。なんですけど、まあでもちょっとこっち気になりますね。気になるな。光の下に出るとすごくて。すごそうですね、確かに。色直し、まあちょっと待ってください。優先順位を決めますね。優先順位を決める。カットはレイヤー確定だとして、表面切って。パーマ自体はでも毛先残ってますかね、ちょっと。多分気持ち残ってると思います。気持ち残ってる感じ。多分ですけど、癖なのかパーマなのか。逆にこれぐらい残ってれば、少しこれ生かしてパーマかけないで、表面のこのツヤっとだけ出して、パーマなしで色メインっていうか色をすごい綺麗にするようにしましょうか。いいかも。そうします。OK。じゃあ行きましょう。お願いします。ちょっと後ろお願いします。こんな感じですね、モデルさん。今まずこれ表面がこういうジリッとした髪質ですね。こういうジリッとした髪質なんで、ここをちょっと綺麗にしつつパーマかけようかなと思ったんですけど、ちょっと残ってそうですね、これで。レイヤー入れていくことによって結構しっかりとうねちゃんと出そうだし、多分先ほどお写真見せてもらったんですけど、巻きもがっつりちゃんとできそうなんで、基本的にはもうこういうレイヤーを入れていく感じでいきます。でもここのざらつきっていうのは取りたい。ただシャキンとしすぎてお顔がパーンと前に出ないようにしたいってことはボリューム残したいっていうことなんで、表面酸性の宿毛矯正、表面前髪ですね。あとはカットで調整していこうかなと思ってます。あとはカラーですね、カラー。暖色系ありがちなピンクは根元残るんだけど毛先に全然色が入らないパターン。これに関してもうちょい赤みを出したピンクっていうのをここから先にやっていきたいかなと思いますっていう感じでいきましょうかね。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は表面の宿毛矯正で、この、パッと見のざらつき、これをツヤ感がないっていう感じをきれいにしつつ、さらに前髪もそういう感じでいきます。で、カラーで参加して、カラー参加の時にこのピンクみっていうのをしっかり出るようにします。はい、薬剤紹介。根元の薬、はい、リッチ 6.5、システアミンですね。アルテマのシステアミンに、ファイモグラッツのスピエラ、ラクトンチオールを1に対して10%入れてます。根元、こちらですね。pH5.6、深み東電点ぐらいですかね。で、中間までそれを塗ります。中間まで塗って、毛先、レイヤーに切るんで、毛先の方ちょっとなくなる可能性は高いんですけど、少しパーマ履歴があるってことで、少しだけ還元剤濃度を弱めます。リッチとドロップ。ドロップは CMC ですね。単品なんで、リッチを薄め剤として使います。で、1対1に対して、ラクトンチオール、スピエラを10%。ですね。ほんの少し薄まる感じですね。こちらも pH ほぼ変わらず 5.5 になってます。いきましょう。ペーパーを2枚ください。今3枚、4枚。いいじゃん、多めに持ってきてくれる。4ってじゃあ2枚、3枚、4枚。ハンマープライスでしょ。通じないっぽいです。通じないですね。なんですか、ハンマープライス。なのでハンマープライスは通じなかったですね。若いからですよね。そうですね。ハンマープライス。そういうテレビ番組が。おえ。おえ。多分新喜劇しか見てないんですよ。違いますよ。見てますよ、テレビ。結構長さより見てますよ。そうだね。マジテレビ超詳しいです。あ、そうなんですか。なんか今の若い子ってテレビ見なくないですか。私の年代は多分まだテレビですね。山崎さんっていくつなの？26の年なんで。だからその下の2000年の子たちがきっと YouTube 世代じゃないですか。あ、そうなんです。うちの上の子が2000年生まれで、まさにテレビ見ないです。あ、そうなんです。はい。ちょっとテレビつけてるとうるさいって言われる。テレビつけてるとうるさい。テレビすぐつけんのって。なんか私ってやっぱテレビっ子じゃないけど、テレビ世代なんで、ついこうテレビを用がなくてもパッてつけちゃうんですけど、見るものないのになんでつけるのっていつも言われます。なるほどね。厳しいですね。僕ほとんど見ないんですよ。あ、そうなんですね。何して生きてきたんだろう。昔から見ないですか。昔からほとんど見てない。昔からお母さんとか一緒も見てないんですか。お母さんと一緒。すごい昔です。お母さんと一緒って俺見た記憶が全くないの。ウータンとか知らないですか。ウータン多分私たちの時ウータンないです。ウータンって何ですか。すごい可愛いキャラクター。ウータンとワンマンとウータン。これ全くついていけないですよ。ガンコちゃんとか知ってます。わかんない。ざわざわ森のガンコちゃん。ちょっと待って、置き去り？知らないんですよ。いや、それだって娘の時ですよ、やってんの。私たちの時ないですよ。お母さんと一緒が限界なんで。限界ですね。そうなんですよ。小さい頃見たテレビ、ちびまる子ちゃんはやってないかわかんない。とりあえずなんちゃらレンジャーとか、ああいうのは見てましたよ、もちろん。ああ、そうですよね。あとマーマレードボーイ。マーマレードボーイ。マーマレードボーイ。ちっちゃい頃マーマレードボーイなんか見てないじゃないですか、絶対に。見てるって、マーマレードボーイ超見てた。おいくつの時に見てたんですか。小学生。小学生でマーマレードボーイ見るんですか。マーマレードボーイって漫画の漫画ですよね。そうです。めっちゃ面白かった。漫画を見てました。リボンの漫画ですよね。はい、漫画を見てました。リボン仲良しの二大巨頭の時ですよね。そうですよね。漫画はめっちゃ読んでましたね。リボン仲良しなんですね。チャオはいつから出てきたの。チャオはあったかな、わかんない。チャオは多分チャオの方が後なんですか。後だと思う。リボン仲良し、私ちっちゃくリボン仲良しです。私たちって一緒にしたんです。いやいやいや。リボン仲良しですよね。はい。なんか派閥がありますよね。私仲良し。あ、そうですそうです。お姉ちゃんチャオでした。あ、兄弟で違うとお金かかるじゃん。でもいろんな漫画が読めるっていう。確かに。あ、そうです。漫画僕でもコロコロコミックとコミックボンボン。ジャンプとかじゃないんですか。ジャンプはもうちょい上なんですよね。はい。そうなんです。コロコロボンボンってなんですか。コミックボンボン混ざってる。コロコロボンボン。何ですかそれは。コロコロコミックと。コロコロコミックは知ってますよ。コミックボンボンっての。コミックボンボンがわかんないから。なんだろう、コミックボンボン。いやでも記憶がないけど、翔太の寿司とかやってたけど。ああ、翔太の寿司って知ってます。翔太の寿司、あれいい漫画ですよね。知ってます、知ってます。それはわかりません。翔太の寿司っていう寿司職人を目指す翔太ってやつ。まんまですね。そうです。まんまです。で寿司バトルに勝って。そうですそうです。寿司バトル。寿司バトル。バトルさ。どっちが美味しいお寿司を作れるか。そう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 。俺それで初めて寿司はさ小学校の時から食ったことあるじゃんそれ。初めてあれで芽ネギっていうネタを知ったんですよ。ああ。そう。芽ネギ。そう。芽ネギっていうわかるでしょ芽ネギ。ネギの芽ですか。寿司のネタであんじゃん芽ネギ。芽ネギ。芽ネギ。わ
からないかもしれない。魚ですか？トロとイクラしか食わない人に。すみません、すみません。立ち食い寿司ですみません。私この間 YouTube で見ました。イクラと筋子で。質問に答えていただけて、魚ですか？ネギだっつって。だからネギの芽ですかって聞いてるじゃん。芽っていうか、なんていうんですか。あれはネギの芽ではそのままそういうネギの種類だと思う。ネギを海苔で巻いてるやつですか？あ、それが。要は芽ネギを通常だと海苔でこうやって巻くの。そうそうそうなんだけど、翔太の寿司だとその海苔が邪魔するから、なんかちょっとなんかを混ぜた水に通して筆のようにピッてやって海苔を使わない寿司を展開したんですよ。へえ。味にこだわるんですよ。へえ。それがもう審査員たちも驚きもう驚愕で海苔の味を邪魔しないんだみたいな感じになってるっていう回をすごい覚えてます。それ実際できるんですかね？できるんじゃない？すごい職人さんならできるんじゃないですか。なるほど。いまだに覚えてるの。俺仕事に生かしてんのそれしかも。あ、そうなんですか？翔太の寿司で親方がうまい寿司職人は2手で握るって言うんですよ。ああ。パンパン。はい。へやるんですよ。そう手数をかける人はまだ素人だ。そうなんですね。そう僕それ美容に生かしてるんですよ。おお。すごいいやよく結構言ってましたよ。アシスタントとか教えるときに、いや手数をかけるのはまだ素人。うざお前。一回ドヤ。寿司はもう理論があって、かければかけるほど指の体温でネタが悪くなる。あ、まあ言いますよね。あ、言いますね。そうだから僕もカットしてる時にいつもこれは手数をかければかけるほど髪が悪くなると思ってやる。そうすると早くできるしいい仕事ができるっていうドヤ自分で言っちゃいましたよ。その交換を買った方がいいんじゃないですか？うるさい。入れた方がいい。フリー素材である買うまでもないし。お寿司って2手でいけるんですかね？いやでもどうなんですかね。言ってたんですか？漫画出ないではいて。でもやっぱね、普通に銀座のお寿司屋さんとかやっぱ早いですよね。パンパンパンって来ますよやっぱり。銀座の寿司屋で行ったことないんで。僕だってそんでないです。何ですか？ないですよ。ないですよ。なんか私はすぐお嬢キャラにしようとしてくるから。お嬢ですもん。お嬢じゃない。立ち食いはですよね。でも立ち食い行かないですよね。しないですよね。しないです。また置き去り。そうですってこれで時間を決めます。はい。15分経過なんでインフォームつけてなじましたら流します。でごめんなさい動画撮れてなかったんですけどここ表面ストレートのところじゃないここら辺ですねは処理剤というかトリートメントですね。時間余っててもったいないんでアクアつけて CMC 補給しながらこれリットルの美薬ですね。これでしっかりと栄養補給というかね加水分化ケラチンなどをしっかりと入れてます。全体的にインフォームつけてなじましたら流します。この際前髪も少しコーミングしますね。水分補給と浸透促進と結合強化ですね。この美薬のところもしっかりとコーミングしちゃいます。ある程度馴染んじゃっても大丈夫です。そんなに短時間で還元する薬剤じゃないんで。で今日そんなにすごい強い薬使ってないんでもう本当に安心の作業ですね。はい、お疲れ様でした。はい、流し終わりました。ノットのミストですね。全体につけます。では分け目ちょっと左が多いですか？なんか真ん中だと思います。真ん中ら辺が多いかな。はい。OK です。わかりますかね？はい。つるんと。つるんってしてます。つるんとしてて、そう。全体に下の毛も実はちょっとだけトリートメントが入ってるんで、しっかりしたと思います。はい。じゃあ今日はレイヤースタイル。試してみましょう。ありがとうございます。はい。あんまり入れてないですよねレイヤーって。娘に切ってもらって。なんだって美容師さんまだ美容学生2年生でなんかもう先生が人を切ってもいいよって言ってるって言うからじゃあ切ってって言って半年以上前ですでもに切ってもらったんです。そのまま伸ばしてるんで OK いいですねいいじゃないですか。適当にすいて適当に切ってもらってそのまま伸ばして OK。じゃあちょっと駅の差を性格悪いまだ美容学生でこれから頑張るって子に性格悪い。ジョーさんごめんなさい
じゃあ行きます。はい、ちょっと調べてください。はい、カット解説。今日はレイヤースタイルですね。ひし形を作りたい。トップのボリュームを今日落としちゃう分、しっかりと全体的なボリュームを出したいんで、ひし形シルエットにするために下からレイヤーのパターンですね。じゃあまず毛先1センチを。もう全部ブラントでいっちゃいますね。結構ついてあるんですよ。お嬢さんのカットでついてあるから、そのついてあるのを若干厚み出していった方がいいかなとは思うんで、ちょっとこうやって前上がりにしていきます。だから横は切るとこが多くなるかもしれないですね。後ろはね、1センチぐらいで、横はだいたい4センチぐらい切ってるかな、これ。もうとにかくボリューム出ちゃうんで、そうですよね。がっつりついちゃっていいよって。まあ、わかる。そう。いや、でもね、僕も美容学校生の頃、その時ね、付き合ってた彼女とか切ってましたけど、めっちゃ、もう、すくうことに命をかけてました、ね。だってベースカットわかんないですもん。もうそうそう。ワンレングスしか切れないから。でも知らない、習ってないよ。大丈夫、いいよ、いいよ。いいよ、いいよって。そうそうそう。いいじゃないですか。ちょっとお嬢さんの成長をどんどん肌で感じれるはず。2年生か。今は9月だから、あ、もう就活。もう、はい、決まって。でも、美容師にならず、その学校の先生に、そのまま、いいじゃないですか。なることにしました。その方がホワイトですよ。でも、なんか、サロンが一応なんか、学校にあるから、週1回ぐらいは、そこで先生もやるって言ってました。あ、ちなみにセームレイヤーでいきます。すごい、そうなんですね。いいじゃないですか。どんどんじゃあ成長してどんどんカット上手くなって。サロンに勤めたらいつでもやってもらえるなと思って先生になるっていうからみたいな。実家から通うんですかね。そうですそうです。じゃあまあ家でやってもらうパターンじゃないですか。そうですね。じゃあカラーもお嬢さん。カラーは違う。カラーはやってもらってます。あ、なるほど。家で。家でやってもらってます。買ってきたやつ。卸のとこで買って。インナーカラー若干入ってます？入ってます。そうですよね。はい。そうなんです。ずっとブリーチしてインナーピンクとか入れて。あ、なるほどなるほど。ピンク系揃えるの難しいんですよね。特に白髪染めグレーカラーとのピンク系を合わせるのって意外に難しくて、まあでも頑張りましょう。一発目2発あれば絶対揃うんですよ。そうそうそう。一発目、いやすごい言い訳になるな、やめよう。カット解説してない。ちょっとすいません、ちょっと一瞬すみません。はい、このままセームレイヤーで切ってるんで、この中段はこんな感じで。しっかりとトップが丸いレイヤーが入るように、こうですね、こういう感じのレイヤー、ポンポンポンとなってる感じですね。はい、じゃあそのまま続けていきます。こうして中段で、アウトラインはもう前上がりになってるんで、もう本当にオンベースで切り進めていっちゃっていいです。スッとやって全体がセームレイヤーになるように。でセームレイヤーの気をつけるとこは、途中で膨らまないこと。上が確実に短くなる。だからセームレイヤーよりレイヤーよりなイメージで下から切っていってあげるといいですね。上に重さが出ちゃうとそこが跳ねる原因になるんで、確実に角度を変えていかない。このままの感じでいきます。で、こうして、このガイド通りに引っ張って、上が確実に短くなるように。だからセームレイヤーかって言われるとちょっと違う感じですね。こういう感じ。上にどんどん重なってくる感じがいいですね。よし。こうして、頭の丸さに合わせていきます。こういう感じ。頭の丸さに合わせて。最後だ、ここ、すごい難しいですよ。ほんのちょっとだけ切る感じ。切りすぎると、トップが、短くなりすぎて、丸さのないヘアスタイルになるんで、ここは切りすぎないけど、上が長くないようにっていう難しいところなんで、ちょっとこだわってください。で、こういう形で、頭の丸さに合わせて、フォーミングを何回も変える。はい。ちょっと後ろ見てもらうと、こんな感じ。レイヤースタイルですね。多分、癖がちょっと出てくるんで、少し上に上がると思います。はい。次いきます。同じくオンベース引き出して、そのまま切っていきます。今日下の長さはそんなに変わんないんですけど、上の方は結構切ったなとか横とか、結構切った感は出ると思います。はい。でも、顔周りがパーンと出ないようにはもちろんするし、もっと素敵なスタイルというかね、動きのあるスタイルにしたいかなと思います。よいしょ。半年前に切ってこれだと、じゃあ切りたてめっちゃ短かったですかね。あ、そうです。ですね。切ったって感じですね。はい。めちゃくちゃ短く。めっちゃいいじゃないですか。お嬢さん、じゃあ僕のチャンネル見てくれてる？なんか私が行くって言ったら、ずるい。私も行きたかった。国際文化っていうと渋谷。国分寺の方に行ってます。あ、そうなんですね。おお、国際文化結構有名どころじゃないですか。ああ、なんか厳しい。厳しいですよね。はい、それがよく
て国際文化選びました。なるほど。僕多分日本で一番緩い美容学校卒業なんで。そうなんですか。世界で一番緩い美容学校でしたね。そんな緩いんですか。はい。そうなんですよ。ね。いや知らないですけどイメージはチャラついてんなっていう。チャラついてる。お前卒業生の数日本一だぞ。でもなんかその山野ってはい。私関西なんで関西の美容学校でも山野チャラみたいな。いやいやいや。山野めちゃくちゃなんか人数多いですよね。人数多すぎですよ。今減ったみたいですけど。すごい多かったですよ。今でだって学年で多分600人700人いるんじゃないですか。いますよね。ですよね。僕の代で1000人いたんで。そんなにいたんですか。50人20クラスですよ。はい。すごい。そうそうそう。もうどちらさんって感じです。本当ですよね。いやー、そうだね、確かに。どちらさんだね。隣のクラスぐらいしかわかんないですよ。そうですよね、そんなにいたら。そう。もうなんか人数の時点で弾いてました。山野。ちげえなって。なんか何校か行ったんですけど、すごい厳しいで、それの方がなんかできる。なるほど、確かに。じゃあすごいガッツのあるお嬢さんですね。もうすごいんですよ。なんか朝練と放課後練としてて、すご。なんかワインドに命を燃やしてて、燃やしてる。すごいんですよ。すごいです。もうすごいもう私ワインダーだから。ワインダー。ワインダーって言うんですか。そう。初めて知ったかもしれない。学年に5人ぐらいもう本当にいるんですよ。命かけてて。僕も緩い学校だけど朝練してました。してました。はい、朝練はしてて、でそれはね違うクラスの子とかも一緒にやる。はい。そうワインディングで命かけちゃうんですよね。すごくてなんか上の子が限界美容学生の母ってインスタ上げた方がいいよって言ってしばらく上げてました。やば。もうなんかペーパーとか絶対洗濯しないとダメな子で使い捨て使わないじゃないですか。ワインディングに命かけてると使い捨てダメなんですよね。そうなんですよ。なんかそれを伸ばして干したのをアイロンがけしてっていうのを私が毎日してます。あれがいいですよ。それこそさっき言ったジャンプ。ジャンプの1ページずつにこうやってペタって挟んで重り乗せておくんですよ。アイロンだと丸まりますよ。丸まります。だから丸まったのをまた裏返してかけて両面かけてなんか重いのに挟んだ。もうそっか卒業もしちゃうからちょっと遅かったかもしれない。でもまだまだコンテストあるんで。ジャンプとかああいう本にこうやってパンパンパンって並べて1ページずつこうやってやってって最後めっちゃ重い重りを乗っけておくんです。で1日2日経ってジャンプこうやってバーってやるとブラララって超綺麗な。こうやってやるんですか。そう。めっちゃ綺麗なものです。私新聞紙でした。新聞紙にペタペタ貼って上からなんか重いやつを乗っけてパラパラパラって。それで綺麗になるんですね。アイロンをやったんですけど、どうもやっぱアイロンだと丸まっちゃってダメだから。そうなんです。もうあれがめんどくさくてちょっと丸まったら裏返してまたかけて。お嬢さん自分でやらないんですね。それ時間がなくてできないんでもうやっといてあげるんですよ。今日もなんか時間内に入んないからってペーパーハウスに入れるって言って使い捨てじゃないのに折って全部こう交互に挟まなきゃいけなくて。優しい。僕もでも当時付き合ってる彼女が全部やってくれてダメをなんで人任せになるんですか。ありがとう。じゃあ最低っていうかイケライマルジョンつけて乾かします。あとリンクオイルですね。じゃあ乾かします。お疲れ様です。ひし形になってきたのなんとなく。はい。わかります。はい。まだ全然重たいし、ボテッとしてるんで、これをちょっとだけブラントカット取ります。ブラントを取るだけでまた変わってくるんで、はい。じゃあちょっと解説いきましょう。もう普通に今日入れたレイヤーですね。をしっかりとブラントを取る作業っていうのをサクッとしてからアイロンしたいと思います。で最後のドライカットするんですけど、ここでブラントカット取っておくといろいろと例えば形を見るのが楽だったりとか塗布が楽だったりアイロンが楽だったりするんで、ここでさっさっとやってあげるです。結構隙はしっかり入ってるんで最後の最後に軽く岩調整するぐらいでいいかなと思います。こんな感じで今日いっぱいレイヤー入れたのはこの襟足の方だと思うんで、こうやってブラントが出てくるのをちょっと大まかでいいです。最後に丁寧にやってあげるイメージですね。よいしょ。
いい感じじゃないですかね。はい。さあ、アイロンしましょうね。で、アイロンなんですけど、今日は表面メインでいきます。で、ツインブラシ使って200度アイロン、じっくり熱置きでいこうと思います。はい、じゃあ、アイロン終わりました。こんな感じですね。もちろん、サラサラの状態なんで、ここからカラーで酸化固定していきます。ピンク系、難しいんですよね。まあでも今もうストレートの薬剤ついたんで、ちょっと色揃っちゃったんですけど、はい、ピンクがいいですよね。ピンク系がいいです。ピンク系が OK です。頑張りましょう。はい。ということで、今日使う薬剤、こちら、アルテマリトーのカラー、14N2GB と新作ピンクです。手元が4対1対 20% がまず基本となります。で、そこから徐々にピンクの色素、暖色はどんどん濃くなっていかなきゃいけないんで、手先の薬ですね。手先の薬、まずこちら。もう色がこんぐらい違うのがわかると思います。はい。何が配合されているかっていうと、14N と 2GB とピンク、さっきの4対1対 20% の 20% の部分を 40% 倍にしてます。で、ピンクの色素をしっかり入れつつ、で、塗り終わります。塗り終わったら、今度こちら、もうピンク単品です。アルテマリトーノの新色ピンク単品を 3%。中間は 4.5% ですね。中間というか毛先か。その上から毛先5センチにかぶせます。そうすると徐々に逆グラデーションの状態が作れるんで、これでピンクをまずいきましょう。はい。根元、天才と頭皮保護のため入ってます。はい。毛先、根元中間はインフォームと、テラフィットコネクタ3プッシュ、1プッシュずつ入ってます。で、根元、はい、おなじみ、メテオ 10% と、毛先 30%。で、ピンク単品の方も 10% 入れてます。こちらで髪質改善の効果が見込めます。と、その中間毛先は、これですね、カラーミューズピンク。塩基性カラーで色素を流れにくくするとともに、高発色っていうのを狙っていきます。パウダーも毛先には入ってます。3g。はい、塗りましょう。すごいじゃん。スニーカーピンクになっちゃう。想像より緩かったです。大変いいんです。これはもう買い替えの時期なんで。そうだね。買ってくれてもいいんですよ。もうそれぐらい買ってやるけど。言ってみるもんですね。安いんでこれ。安いっていうかウーマンじゃなくてキッズだから安いんですよ。キッズサイズなんで。安いんですよ。安い。なんかね、22でしたっけ？あ、21でしたっけ？22だと思ってたら21だったっていう衝撃の事実。めちゃくちゃちっちゃいですよね。驚きですよね。私も驚きです。びっくりした。ナイキのショップで測ってもらって声が出ましたね。まさかそうでしょみたいな。ないの？それに驚いた。キッズみたいになります。キッズいいんです。安くなるから。あ、そうですね。私逆になんか足とか腰痛くなんで出かける時いつもスニーカーなんかチビなんで本当はヒール履いて出かけたいんですけど。疲れますよね。ヒールって遠出する。そうですか。はい。わかんないですが。ヒール履いたことって確かにないかも。男性ってでもないですよね。そうですね。でもなんかそういうビジュアルっぽい人、ビジュアル系っていうかなんか。ああ、ブーツとか。ブーツとかは普通に、でも俺ちょうどラバーソールが流行った世代だから、ジョージ・コックスの。わかります。ロックといえばみたいな、はい、そういうのはあったけど、ただ重いなと思ってました。ラバーわからないって顔してました。ラバーソールがわからない。黒夢の歌わかんない。黒梅。黒夢。黒夢。黒夢。わかんないです。ラバーソウルっていう歌詞が結構出てくる。そうです。黒夢っていう歌ですか？バンド名ですね。清春と人。へえ。流行ってたんですか？めっちゃ流行ってたよ。今はいらっしゃるんですか？今清春は聞いたいますいます。かっこいいよ。清春はその後サッツっていうバンドやってた。そうですそうです。池袋ウエストゲートパーク見た？見てないです。そんな言われます？すごいぞあれ今思うとメンバー。あれですよね、窪塚くんのやつ。そうそうですよね。永瀬も出て。永瀬って TOKIO の時。見てないですね。だったら見ます。あれやっぱ面白いよ。ネットフリックスにありますか？本じゃんね。ああどうでしょう。あるんですかね。基本的に全部あると思いますけどね。そうなんだ。ホラー映画かアニメしか見ないもんですから。ホラー映画。ネットフリックスの履歴が全部ホラーかアニメしかない。ああ。いや池袋ウエストゲートパークはね見て損はない。どういうお話ですか？どういう系ですか？知ってるけど見たことはないですね。なんか池袋を拠点としてるちょっとギャングの話だね。ギャングって何ですか？不良ですか？まあとりあえず同じようなジャージを着ながらたむろったりでもなんか意外に正義感強かったりとか。その同じジャージを着てるのが同じチームってことですか？そうそうそう。で西口と東口で戦ったりとか。池袋のですか？そうそうそう。いや本当面白いんだよ。あれでなんかジャージがすごい流行って私服がジャージになったの。ジャージいっぱいいましたよね。いましたいました。カナイ。そうですよね。カニって書いて KNI って書いてカニって読むかと思いきやカナイに。カナイのジャージかスシがやっぱちょっと高いんだよ少し。そうそう。でもやっぱスシかっこいいよねみたいなストリートブランドみたいな感じで真っ白のジャージとか着てたよ俺。着てた。
たんですね。流行ったとかじゃなくて自分持ってたんですね。真っ白のジャージきれいな。やってたんですか？そのギャング？ギャング。いややってない。ちょっと年上なんだよそこら辺。ギャングの方。ギャングの方々。それがめっちゃ流行ったってことですか？そうでジャージでちょうど高校生だったから単車乗ってそうその頃ちょうど湘南純愛組も流行ってたんです。ああ、湘南純愛組漫画であったやつ。鬼塚GTO。ああ GTO の学生時代が流行ってて、そこで単車がすごい流行ってて、ゼファーっていう川崎のゼファーに乗って。もうチャラチャラしてるね今も。すごいですね。すごい多分一般的に見たら不良というか不良だよね。不良部類の方ですよね。不良ではないけどなんかね楽しかった。私はだって乗り回してたんですよね。白いジャージを着てパッパラパーってパパラパバカにしてんの？パッパラパーって乗り回してたんですよね。私の中ではもう鳴ってますよ。単車が音鳴ってますよ。いやパッパラパーってタラタラタラ。いやいやお前でちょっと北関東あんまり言うと怒られる。やっぱ違うんですね、地域によって。いや茨城やっぱ強いぞこれ。そうなんですか。チャンプロードっていうなんかそういうヤンシャの雑誌があったの。チャンプロード。はい、チャンプロードありました。チャンプロードは大体水戸旧社会とか筑波旧社会とかなんかもう全部茨城やんけと思って見た。でも見てたんですね。そう。そこが有名だったんですよ。有名っていうかよく出てたね。パラパラパラパパラパラパの人ですか？いやそうかどうか。パラパラパラ。ヤンキーですね。ヤンキーじゃないよ俺は。全然ヤンキー。多分でも周りから見たらヤンキーって思われてましたよ。ヤンキーの人自分でヤンキーって言わないですか？多分あれヤンキーに憧れてただけ。一応恥ずかしいタイプ。でも多分周りからは長門くんヤンキーだ。いやヤンキーに憧れてた普通の少年でした。いや長門くんヤンキーだ怖いねって言われてましたよね。そうです。いやメガネをかけた真面目のボーイとかには。メガネ差別すごい。危ないよ近づいちゃう。危ないよ近づいちゃう。白いジャージ着てて。不良だよ。やばいよ。白いジャージそんなに。でも流行ってましたよね。流行ってました。皆さんのお友達も着てたんですか？みんな自分の色を決めて。色？いや本当は多分ホワイトだけ一緒にいる時は白のがいいんだけど、でもなんかみんな結構バラバラだから独自のグレーとか赤とか。もうヤンキーやん。ヤンキー以外何の言葉で表すんですか？違う。やめろコメント欄。これ繋がんなくなるから。いや全然。何が全然。ヤンキーじゃない。結構都心にいたもん。それが何ですか？ヤンキーだとちょっともうちょっとさ海岸とかにいたしな。海岸。ふ頭とかに。ふ頭。これちゃんとシティみたいな。いやシティのヤンキー。新宿か渋谷に池袋行ってない。これもうヤンキーですよ。だって学校が東長野だ。でもヤンキーって怖っ。怖っ。ヤンキー怖い。全然思ってない。ヤンキー怖い。京都のヤンキーの方がよっぽど怖いよ。ちょっとヤンキーいるのかな？いるでしょ。いますかね？いないんですか？パラパラはいないんですか？パラパラいたのかな？どうなんですかね？絶対いるでしょ。出会ったことはないですよ。お前の実家はあれでしょ。小高い丘の上からだからでしょ。バカにしてます。小高い丘の上。だからでしょ。バカにしてますね。しない。ジブリに出てくる感じでしょ。やばすぎ。そんな高い丘の上にはいないですけども、まあでもいたんじゃないですかね。なんか結構やんちゃな中学だったんで、多分あれはヤンキーだったんだろうなみたいな。なるほど。よし。はい。タイマーがぶっ壊れたんで携帯でいじってないですよって言う。誰っていうから。はい、こんな感じで塗り終わりました。根元塗って毛先塗ってこの毛先重ね塗りしたのがこんな感じですね。はい、じゃあこれでメント入ってるんで加温はしたいんですけど調整したんでこのまま自然放置15分で流します。はい、お疲れ様です。色大丈夫かな。怖い。ピンク怖いんですよ。一回やってそのカルテをもとに言い訳ですよこれ。言い訳ですよ。一回やってそのカルテをもとに分量変えれば結構うまくいくんですけど。初めましてのピンク結構緊張する。しかも色ムラのある状態からのピンク超むずい。頑張ります。はい。でこの後後処理ですね。後処理すごいしっかりやるんですけど、まずこのピンクをまず完全発色させたいんで、まずシャンプー台で寝てもらいます。で軽
くお湯かけてすごい柔らかくしたら、その時のお湯めっちゃ少なくて、次ヘマチン、はい、リトルのヘマで完全に、発色させます。ホーマーです。でしっかりと全体にこれをバーッとつけて、お湯はほんと少なめでいいです。もう基本このヘマチンでやるっていうのと、この乳化時にしっかりと完全発色させます。そしたら発色したなと思ったら全部流します。流し終わったら、その次髪の毛の全体的なケアをしたいんで、はい、次、キトさんですね。リトルのキト。こちらもノットのミストで割ってます。全部、さっきのヘマチンもそうですけど、こうやって割り剤はノットのミストにするとかなり調子いいです。で、これを全体につけます。シャンプーボール栓した状態で、そこにキャラフェクトコネクタ2プッシュ投入して、で、レブリン酸、高濃度レブリン酸、ベホマですね。ベホマを 20g、30g ぐらいかな。30g ぐらいを全体につけて、ひたすらチェンジリンス。で、2分ぐらいやったら、そのままシャンプー台の栓を抜いて、流さずに上からノットのシャンプーで洗ってもらいます。で、最後に簡単にシステムトリートメントやりましょう。お願いします。お疲れ様でした。ピンクいけてるはず。前回あれ染め立ててもう毛先広かったです。はい。ですよね。はい、こんな感じですね。いけてると思うんだけどな。ピンクむずいよな。よし。ちょっとドキドキですが、はい、頑張りましょう。はい。手触りも良さそうですね。じゃあノットのミストをつけます。レブリン酸とリピジュア配合ですね。メイン成分で、小さい細かいうねりを取りつつも、しっかり髪の内部保湿っていうのをしてくれて、さらにシャンプーで流れにくい保湿成分が入ってるんで、どんどん蓄積して、潤いのある髪っていうのを作ってくれます。あとはリンクのオイルですね。あんまり重くしたくないんで少しでいいです。じゃあ乾かしますね。パーッと。お疲れ様でした。色大丈夫でした。はい。可愛いです。はい、バッチリじゃないですか。はい。よかった。ピンクマジックで。それ可愛い。バッチリですね。はい。よかった。で、あとはここら辺の感じを整えて、この顔周りにあるこの毛たち、このレイヤー、まあ今映ってるシーンはありますけど、これが顔周りをちょっと整えてくれるというか、小さく見せてくれる効果があるんで、これプラス後ろのちょっと厚みのある重いところを取って、あと最後巻いて仕上げましょうね。ちなみに触ってみてください。ザラザラ全然。あ、すごい。そう。すんごい気持ちいいです。なんかずっとこうやっちゃいそう。めちゃくちゃ気持ちいい。これしかもすごい偉いストレート感かけたのあんまり感じなくないですか。ここがひし形になるようにちゃんと全部きれいにしてあるんで、最終ちょっと仕上げてみましょう。若干ドライカットしますね。こういう中段の部分ですね。この中段の部分あたりが少し重たいんで、ドライカットシザー STR を使いつつ、ちょっと毛束を作っていく。厚みが均一になるように。かといってあんま透けすぎてもペタッとしたりするし、もう正直このトップのストレートによってかなりボリューム自体は収まってる。ビフォーはかなりチリチリしてましたもんね。はい。そう。なんかそれを抑えるだけでいきなりそのツヤ感が出ると若く見えるというか。全然違います。これお嬢さんに驚いてほしいな。同じ美容業として。絶対なんかすごい嫌い。そう。ツヤ感も出したし、レイヤー入れたからそんなに、ちょっとストレート感あっても、老けたねとは言われない気がするんですけどね。多分今までのやつって本当シャキってストレートですよね。そうです。今までのなんかけれども、本当にストーンってもうペターンってなってたんで。結構柔らかさは出すことに成功したんじゃないかなと思うんですよね。ピンクもいい感じに。いやー、そうなんです。若干毛先甘いかなと思って、シャンプー台でピンクシャンプーちょっと足しました。なんで、家でもやっぱ毛先抜けてくると思うんですけど、で、根元は結構しっかり入ってると思う。今日いらっしゃってる状態ですよね。ピンクシャンプーを少し足してってあげるといいかなと思う。よし、ちょっとこの前髪は伸ばすんですよね。はい。ちょっとここだけ。伸ばす予定なんですけど、どっちにしたらいいかはちょっと自分ではもう分かんなくなって。そういう場合は伸ばしといた方がいいですよ。ちょっと流れやすくなるように。よし、こんな感じじゃないですかね。ちょっと耳後ろだけ量取ろうか。よし。耳後ろの量を取って。よし。はい、仕上げます。前髪をまずは丸くします。よいしょ。で、表面だけメテオを使ってるんで、少しアイロンで脱水集合ですね。黄身の結合を作るイメージで軽くアイロンしておきます。あと下はもう普通に巻いちゃいましょう。巻いてカール感出していった方がお似合いかと思うんで、もうサラサラですね。もう見てるだけでツヤツヤですね。よっしゃ。はい。MM スプレーですね。膜前スプレーの略で MM スプレーです。ああ。そうなんですね。日本語なんです。日本語なんですよ。これ僕ルベルさんの開発会議に入ってる時にルベルと一緒に開発
まあ、僕がってわけじゃないんですけど、開発メンバーに入って巻く前にスプレー絶対あった方がいいよねっていう意見を出して、さあリバースカールとフォワードカールのミックスでいきます。はい、まず左右4分割取ってあげて、はい、くるくるくるリバースカール作ります。結構しっかりめにカールして落ちた時にちょうどいいがいいと思います。なんで今日ちょっと強めに巻きますね。しかもこの今日やったメテオのトリートメントってやつが熱によってしっかりと定着してくれるんで、今日はちょっと熱しっかりめにやりたいんで強めに巻きますね。こんな感じでリバースフォワードリバースフォワードっていう形でいきましょう。切りましたね。そして結構そうそうそう、いい感じ。よいしょ。アローディアデンスオイル、さあこうやって崩します。結構強めに巻いてるんでちょっと今硬いんですけど、もうちょっと15分ぐらいしたらバッチリになります。よし。さあこんな洋服白ですね。汗かかないでください絶対。わかりました。ピンクはね、マジで怖い。スンと書いてください。スンと書いないと。なんかもったいないんですけど、これで帰るの。もったいないけどね。ピンクカラーの時は白い。そう、ごめんなさい、僕も確認するの忘れてたんだけど、結構予想以上に落ちる。よし。ちょっとこのピンピン立ってるやつは、このミルボンのポイントケアスティックで。よし、オッケー。変わりましたね。可愛いですね。バッチリじゃないですか。めちゃくちゃ可愛いです。白のレイヤーですね。今日レイヤーと表面のツヤとピンクカラーがメインなんですけど、こんな感じ。すごい変わりました。そう、こんな感じです。めっちゃ可愛い。ここのそうレイヤーの位置、ちょうどボンドクボの下ぐらいになってるんですけど、これがちょうどいい感じのパール感と。すごい可愛い。動きがなんか表面のストレートがバッチリだと思います。すごいツヤツヤです。なんか久しぶりに自分のツヤをこれお父さんいけるはずです。めっちゃ可愛いです。オッケーです。ちょっと一周後ろもびようか。まあこんな感じでレイヤーですね。レイヤーでいろいろ動きを出しつつ、下はこういうなんだろう、パーマというかカールを生かしたっていうヘアスタイルでひし形からの動きっていうのを出してます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はレイヤースタイルですね。表面のチリつきを抑える酸性縮毛矯正とレイヤー、しっかりとねメリハリっていう顔周りにボリュームを出しつつも後頭部にもしっかりとボリューム出して締めるとこ締めるっていうレイヤーの切り方っていうのをやりました。あとはメテオと伊藤のカラーの新色ピンクを使ったピンク系ブラウンっていうのをムラなく変わりました。難しかったですけど、はい、まあねこんな感じでピンクは暖色なんで毛先インクに従って基礎量を増やすというそういう調整をしてあげるといいかなっていうのと、あとはいろんな処理剤でね髪の毛っていうのをツヤツヤに保つっていうのを、実践しました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ参考にしていただければ幸いです。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。終わりました。めっちゃ可愛いです。いい感じですね。すごい。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。本当可愛い。本当可愛い。もうバッチリですよ。もうバッチリです。ピンクシャンプーだけどっかでゲットしてください。わかります。おすすめはね、多分この色だったらソマルカっていうメーカーのこういうさんかな。ソマルカ、普通にソマルカっていう。ソマルカ。ソマルカのピンクシャンプーが一番発色がいい。でもいろいろ試した方がいいかもしれない。ピンク系いくんであれば。わかりました。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません、失礼します。お疲れ様でした。どこ行った？お疲れ様でした。ちょっと近い。いや、お前近づいてきてんだって。はい。すごい、麻婆豆腐の匂い。ちょっと麻婆豆腐、このお店には不向きだった。ウーバーイーツしました。岩崎さんが食べれるけど食べれない麻婆豆腐。辛いなあれは。ね、あそこうまいよねでも。辛いな。なんかもうちょっとそんな本格的なのはいらないんですよ。それ俺も山椒が喉に詰まったまま撮影になるから。なんだそれ。はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。何ですかそれ。あ、これ。